どうも、ケイスケです。よいしょ。皆さん、CP プラスお疲れ様でした。来てない方も来てた方もいらっしゃると思うんですけども、年に1回ああやってね、CP プラスっていうでっかいカメラのイベントがあるんですけども、ああやってこうね、リアルな場でいろんな人に会えるっていうのはいいですよね。ちょっとやっぱ年齢層高いなっていうのはあったんですけども、今後ね、若い人も含めてもっともっと来てほしいなと思っております。来年もね、行こうと思ってますので、ぜひみんな会いましょう。で、CP プラスから帰ってきて、休む間もなくいろいろ動画投稿するわけですが、今日はね、ロマンの話です。ロマン。やっぱね、みんなロマンは求めたいはずなんですよね。僕のロマンは、カメラに限って言えば高いカメラを買うっていうのもそうなんですけども、できる限りちっちゃい装備でめちゃくちゃいい映像を撮るぞというのがやっぱロマンの一つなわけですね。で、僕の使ってるカメラは今撮影に使ってる FX3 だったりとか、ソニーのカメラだったりパナソニックのカメラだったりいろんなカメラを使ってるわけなんですけども、やっぱり旅行に持っていくのは今のところまだソニーのカメラが多くてですね、よいしょ、はい、こちらですね。このソニーの α7S3 というカメラが多いわけです。最近は FX の方が多いかなとは思うんですけども、同じでしょうと。で、今本格的に本気で撮影をするならやっぱね、この α7S3 っていうのはめちゃくちゃいいカメラでですね、持ってる人も多いと思います。もちろんね、α7-3 とか α7-4 とかでもいいんですけども、そういうカメラとジンバルですよね。で、やっぱジンバルもちっちゃいのがいいじゃないですか。ってことでですね、これっすよ。これ。ジウンから出ておりますクレーン M3 と、おそらくこういう α7 シリーズとかに使えるジンバルの中では一番ちっちゃくてギリ安定するでしょうというジンバルがこれかなと思います。はい、ということでですね、今回はこのジウンのジンバル、このクレーン M3 にどのレンズまで乗るんじゃというところを検証してみたいなと思ってまして、マニアックな検証なんですけども、最小構成、ベストな最小構成で旅をしながらもう本当に完璧に撮るにはどれがいいんじゃっていうのを今回は確かめてみたいと思っております。気になっている人も多いと思いますので、ぜひチェックしてみてください。早速いってみましょう。はい、ということで今回はね、このジンバルとカメラの話なんですけども、ジンバルいろいろありますよね。僕もめっちゃ持ってます、いろいろ。はい、こんな感じですね。ジウンの WeVill-S とか、これも結構ちっちゃい方ですね。で、このね、DJI の RS3 ミニ。これが今は、一番新しい最新のジンバルかなと思います。DJI のね。はい。で DJI のこの RS3 ミニもちっちゃいのでですね、僕は旅行に持っていくと結構これを持っていくことが多いんですけども、こっちのジンバルだともうほとんどのレンズが乗ります。α7S3 と今撮影に使っちゃってるんですけども、2070mmGM2 と G マスターという大きいレンズも乗っちゃうんですね。なので、十分もう何のレンズでも乗っちゃうよってことなんですけども、こっちのやっぱりねクレーン M3 の方がちっちゃいんですよ。見たらわかるけど、やっぱ持ち運びもクレーム3の方が楽だっていうのもあるし、できればこいつでね、これでトラベル Vlog 撮っていきたいなって思う人も多いはずなんですよね。ということで検証してみようっていうのが今回の企画でございます。当たり前なんだけども、最初に言った通り、できる限りカメラとかジンバル含めて装備は小さくして、その上で最高の映像を撮りたいという願望を叶えるために今回は検証していきます。もちろんね、安定性は大きいジンバルの方が増すんだけども、やっぱこういうジンバルでも安定した映像がねこんな感じで撮れたりもするので、ぜひジンバルを使ったワーク試してほしいなと思います。ちょっとこれしまうね。はい、さてどのレンズからいけばいいんだ。はい、ざっくりいっぱい持ってきました。おそらく乗るだろう、おそらく乗らないだろうっていうのはいろいろあるんですけども、多分ギリギリの範囲で言うとこの辺のね 35mm-G マスターとか 20mm-F1.8 がギリギリ乗るかなぐらいだと思うんですよね。で最近出たこのね2070mm のレンズとかも試してみたいんですけども、おそらくこれ乗らないんじゃないかなと思ったりしています。もう今日は試していく感じなので、どんどん試していきましょう。まず絶対乗るところから 55mm-F1.8 で試してみましょう。で今回は α7S3 と、レンズの組み合わせで試していきますが、基本的にソニーのレンズっていうのはどのカメラも割と同じような重さになってるんで、α7S3 に乗ったら α7-3 とか α7-4 でも乗ると考えていいと思います。α7C とか FX3 とか FX30 とかの場合は、ファインダーが上にない分乗せやすいんじゃないかなと思います。ケイスケの動画
まあやっぱ大体ね撮影に使う時は ND フィルターをつけると思うので、それを想定して一応1枚フィルターをつけてる感じですね。一応このモニター出した状態でバランス取るか。はい、バランス取れました。一応ねロックを外すとこのジンバル自体のトルクがあんまり強くないんでちょっとだけね傾いちゃうんですけども、まあ基本的にはこれでバランス取れてるっていう感じです。はい、あ、これは楽勝。はい、55mmで F1.8 いきます。これがねバランス乗った状態ですね。で一応言っておくと、僕ねここですね、α7S3 のアイピース取ってるんですよ。でこの 55mm F1.8 乗っけた時でも多分ねこのアイピースのところ干渉します、ここの部分ね。なのでこのクレーム3のジンバル使う時にはこのアイピースアイカップは外すのがおすすめです。ということで 55mm F1.8 は乗りました。じゃあ次続いていきましょう。次タムロン 2040mm ですね。これも一応1枚フィルターをつけるという想定でやっていきたいと思います。めちゃめちゃジンバルのバランスが崩れましたね。はい、40mm のところでバランスが取れるかっていうのを試してみるか。これズームレンズなんでちょっとだけね飛び出すんですよね。広角側の方がレンズが長くなります。はい、ので 40mm 一番バランスが取りやすい状態で撮ってみましょう。はい、55mm のこのレンズはかなりね短くてちっちゃいんですよね。ちっちゃいレンズなので大丈夫だったんですけども、このねタムロンの 20mm、40mm このぐらいのレンズ、これもちっちゃいと思うんですけども、このぐらいのレンズからここのね陽軸っていうのかな、この軸のバランスがちょっと取りづらくなります。てか取れないです多分。どうしてもフロントヘビーになっちゃうというので、若干安定性は欠けるんですけども、一旦このねロールとチルト軸が取れてるということで、これも OK にしちゃいましょう。ということで多分ねバランスはこれで取れているので、はい、こんな感じでタムロンの 20mm、40mm も乗ります。やっぱこれ微妙に干渉しちゃいますね。ここほら当たっちゃう。40mm の時点で当たっちゃうっていうことは、ちょっと伸ばして 20mm にしても 20mm でもやや干渉するのはやっぱ微妙に当たります。ということでもうすでに 20mm、40mm から三角なんですけども、結果がただこのねファインダーの部分が干渉するよっていうだけではあるので、こういうね 20mm、40mm の場合はちょっとね前目にバランスを取ってあげる。若干バランスは崩れてるんですけども、このぐらいかな、ちょっともうバランスが前に崩れてるんですけども、このぐらい崩れた状態でも電源が入れられます。はい、これでも一応ねこうジンバルとして安定するんですよね。ジーウンのジンバルのパワーが強いので、この状態だとこのファインダーの部分が干渉しないので、若干前目にバランスを崩してあげるとこれは乗るという感じで覚えておいてください。ローアングルを撮影しないんであれば全然乗るという感じです。はい、もう2本目で干渉しちゃいましたが、次 35mm F1.4、 このレンズももちろんさっき言った陽軸はバランスが取れないです。ここからのレンズはもう全部取れないと思う。でやっぱ一応バランスは取れます。はい、陽軸以外はバランスが取れますね。はい、これでバランスが取れました。でやっぱりバランスを取ったとしてもここのねファインダーの部分が干渉する感じですね。ただ一応バランス取れたんで三角というか丸にしておきましょう。さっきのねタムロンのレンズと一緒でちょっと前目にバランスを崩してあげると、はい、結構崩さないといけないですね。結構前目にしてあげると、はい、一応モーターでなんとかなります。はい、こんな感じでギリギリバランスを取りつつファインダーも干渉しないので、ちょっと前目でバランスを取ってあげるという感じですす。でもうねこのタムロンの 20mm、40mm と 35mm F1.4 とかとの間にこのね、20mm F1.8G のレンズがあるので、このレンズも同じような状況になります。ギリギリバランスは取れるんですけどもファインダーが干渉しちゃうと。なのでバランスをちょっと前目に崩してあげて使うのが一番ベストかなと思います。じゃああと2本ぐらい試してみる。2本ぐらいギリギリ乗りそうなレンズとして、20mm、70mm F4 のレンズと 85mm F1.8 のレンズ、これもねなんとか乗るんじゃないかな。ちょっともうフィルターなしで検証してみたいと思います。まず 85mm F1.8 のレンズ、やっぱ陽軸はバランスが取れなさそうですね。はい、で電源をつけてみましょう。お、これファインダー干渉しないかも。今ちょっとキャップつけてたからフィルター分もちょっと考えてるとして、ギリギリファインダーかするんですけど、このぐらいだったら許容範囲かな。どう？ギリギリいけてはいる。ということで 85mm F1.8 はなんとか乗ります。乗るんだこれ。じゃあ最後ソニーの 20mm、70mm F4 のレンズも試してみましょう。もうこれはさすがに 70mm 側望遠側だったらこう筒が伸びちゃってね
バランスは取れないので 20mm の一番広角側で試してみましょう。はい、ということで、バランス取ってみました。安定、バランスは取れましたが、やっぱりこのねファインダーは干渉しますね。でもなんか結構なんとか乗ってる感じがする。これはなんとかいける感じがするので、これもさっきの35mmF1.4 の G マスターと一緒の感じでちょっと前目にバランスを崩してあげて使うのがもしかしたらいいかなと思います。これギリギリ使えるかも。このぐらいだったら安定して使えそうな予感がします。もちろん陽軸はちょっとね、バランスは取れなかったんですけども、こういう結果となりました。ケイスケの動画。はい、ということでいかがでしょうか。たまにはこうやって確かめてみる系動画も、やってみてもいいかなと思いまして作ってみました。ほとんどのレンズなんとかギリギリバランスが取れます。とはいえ陽軸のね部分がバランス取れなかったりはするんですけども、そこのね陽軸がバランスが取れないっていうことは POV モードね、FPV モードっていうのかな、そのモードがちょっとね不安定になるっていう感じで、その他のこういうねパンフォローのモードと、あとは上下もこうやって追ってくれるフォローのモードはあんまり変わらなかったりするので、なんとかジンバルとしては使えるんじゃないかなと思います。ということで今試したやつは全部一応いったな。他のズームレンズとかも調べればギリ乗るかもしれないんですけども、やっぱファインダーがもっと干渉しちゃってちょっとさすがに使えないみたいな感じになると思いますので、使えるギリギリのズームレンズが今回ね僕が試したこれ乗ってるやつか。ソニーの 20mm70mmF4 のレンズぐらいかなと思っております。今回のレンズ見ていただいて、だいたい重さとか長さとか分かったと思いますので、乗るレンズがどの辺とかね、分かったと思いますので、ぜひ自分のレンズ群とかに照らし合わせて、今回のクレーン M3 と使ってみてください。絶対このジンバルがコンパクトなんだから、コンパクトなのが一番なんだから。ということで一応ね、今回検証したレンズ群とジンバルに関しては、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、ぜひ気になったらチェックしてみてください。ということで今回の動画はこの辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。